中国神の歴史劇の人気によって、私たちはますますその時代の女性の衣装に親しんでいます。その古典的な美しさに感嘆するとともに、人々を魅了するのは複雑で精巧な宝飾品なのです。今日は真の貴婦人のジュエリーボックスを見てみましょう。これらの装飾品を紹介する前に、真の王室の装飾品で最も重要な役割を果たしたとウについて触れておきたい。真珠は満州語でトーナと呼ばれる。松花江、黒竜江、ウスリー川、鴨緑江とその流域で産出される野生真珠で丸みを帯びた質感とクリスタルカラーが特徴で希少価値の高いものです。清の時代、東北地方の真珠は東種または北種と呼ばれ、南方真珠と区別するために使われた。清の時代、女蘭の西条雑記に、嶺南真珠は赤色、西洋真珠は白色、北海真珠はやや青色。唯一東種は淡い金色で、これほど貴重なものはない、と記載した。東種は大種、美種と呼ばれ、ピンクがかったものを美人粉、やや青がかったものを龍眼粉と呼んでいる。すべて最高品質です。今日のジュエリーボックス中の宝物は全部で26点がございます。今、頭からどんどん紹介していきましょう。第1、漢飾。漢飾は古代中国の女性貴族の重要な装飾品です。唐から明にかけては豪華で優雅な漢飾があり、清のヌ八が衣冠の制度を改革したため、厳しい階級を設けていました。清の皇太后、皇后、貴妃、妃以上の女性は冠を持ちます。長冠につく孔雀や生地の羽の数で、皇、妃と品を区別する。清の皇貴妃の長冠に、松花江の最高級の頭珠で飾られ、鳥と鳳凰のモチーフで仕上げています。荘厳かつ華麗。冬の長冠とは、宮中の正式な儀式で着用する冠帽のことである。前冠は、ブラックミンクで縁取られ、朱色の横糸で上部を覆い、周囲に真珠をはめ込んだ7つの金の鳳凰と猫目石をはめ込んだ金の生地が配されています。鳳凰の頭は帽子のつばに向かって外側に伸び、鳳凰の尾は花束のように上に持ち上げている。生地の口に3列の真珠の紐があり、紐の中心には青金石の結び目がある。冠の上に金色の鳳凰3羽が上下重ねて、頭珠で区切られており、帽子の中で最も印象的な装飾となっています。冠の全体に使われている黒いベルベットと朱の横糸、金と真珠のコントラストカラーは、とても鮮やかで、相当な地位と栄光を表している。清では、品以下の貴人は、冠がなかった。冠は、古来、女性の地位や身分の象徴であり、お金で作れるものではありませんでした。2、長珠。長珠は、清の貴婦人が身につけ、宮廷に出るときに胸にかけていたもの。長珠は4部に分け、それぞれ27個、計108個が使われている。それぞれの部分は、仏頭とも呼ばれる大きな丸いビーズで区切られています。後ろの仏頭は、仏頭と呼ばれ、真ん中に宝石のついた黄色い絹のリボンで結ばれている。長珠の左側には小さなビーズが2連、右側にビーズが1連、それぞれ10個のビーズが並んでいます。頭珠、サンゴ、琥珀、ラピスラズリ、ルビーなど様々な素材が使われています。また、長珠は
身分や地位の象徴でもあり、役人の階級や地位によって使用するビーズの数や色に違いがある。宮中の管理は文官で5本、武官で4本以上、軍記所、自衛、礼部、国史館、太政寺、興禄寺、香炉寺などの属官、及び5本以上の名部が着用できます。当主長首は、あらゆる素材の中で最高級品であり、皇帝、皇太后、皇后のみが身につけることができ、皇太子や親王も身につけることはできない。故宮博物院に収蔵されている膨大な皇室用長首のうち、極めて貴重な当主長首はわずか5点しかない。当主は長首のカテゴリーでも最も貴重で最高級の存在です。秦の一番有名な腐敗した管理であったヘシェンの最初の死罪は一連の当主を隠したことで皇帝に大いなる不敬を働き反逆罪であった。3. 金薬と良薬。良薬は首にかけてつける女性用の装飾品です。良薬の形は現代のオープンチョーカーに似ています。チョーカーに宝石がセットされ、オープンのところから2つの糸がぶら下がっています。長袍や長花を着て、長首をかけた後に、良薬を首にかけるのである。そのため、良薬は、肥料や長首の上に置かれている。金薬は額につける女性の装飾品で、現代のカチューシャにやや似ている。秦の文献では、学子とも呼ばれていた。金薬は、長冠と組み合わせて使用します。長冠を被る前に、まず金薬をつけて髪を固定し、それから長冠を被ります。そのため、金薬は長冠の下ひさしに装着される。金薬も、良薬も入冠前から使われていたはずで、制度的に良薬の方が先に公的制度に入り、金薬は入冠後、徐々に制度に入れたと考えられる。では、どのような人が着用できるのでしょうか。秦の建隆年間、皇太后、皇后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪、貴族の妻や娘、宮廷外の一品から7本の名部は、朝服を着用する際に、金良と良薬を着用することが定められている。民間で、吉服を着用する際に、金良や良薬を単独で使用することもある。作る場合、皇后の金薬は13個のる金の雲で装飾され、それぞれ真珠で飾られ、正金石を入り隔てます。金薬の後ろにあるペンダントビーズはトルコ石で結び、5列の真珠、各列に大きな真珠1つ、中央に正金石の結び目2つ。それぞれの結び目に8つの当主、各にはサンゴが使われています。一方で、普通の大臣夫人の金薬に中央にる金の火炎1つを結び、真珠1つ、左右にる金の竜と砲が1つずつあるだけで、金良の後ろのペンダントビーズは青のシルクリボンに置き換わっているだけである。金薬に似ています。皇后の良薬にサンゴで区切られた11個の当主がはめ込まれ、長冠オープン部分の糸は鮮やかな黄色で飾っています。皇貴妃の良薬に当主7つ。鮮やかな黄色の糸をかけ、端にサンゴを2個ずつ。巫女や風鎮にも当主7つ。端にサンゴを2個ずつ、ただ糸が金色。普通の大臣夫人の良薬に赤と青の小さな宝石が5つだけあり、糸は灰青色が使われています。4. 耳飾り。満州族の女性の耳飾りの伝統も、女真から受け継いだもので、
入管後の宮廷衣装制度の確立とともに定着した。満州族の女性の耳飾りは、もともと装飾のない金冠が多く、高層文皇后上服像では3つの金冠を耳につけている。天宗年間に金冠から真珠をはめ込んだものに代わり、当主の耳飾りが登場し、真珠のイヤリングは後にオーダーメイドされるようになった。八旗通史に、順治時代初期に貴婦人の当主耳飾りに 1.88g の重量制限が課されたことが多数記されている。満州女性の耳輪の数も当初は決まりがなく、清の初期の順一帝の後継将皇后と後期帝の後世人皇后の肖像画では、いずれも片耳に4つのイヤリングがあることが明らかである。清における衣装制度の確立は17世紀初頭、天明元年に始まり、18世紀半ば、乾隆31年の皇朝礼記図の交換の完成までちょうど150年を経って、6人の皇帝の不断の努力によって徐々に発展、洗練されていった。これ以降、満州族の貴婦人の耳飾りは片耳に3つつけることが正式に規定された。5. 祭越。清の皇后や妃嬪が用いた廃金の一種で、主にシルクで作られ、現代のネックタイの形に似ている。廃金の上に花の刺繍を施し、また針、管、糸、甲などを結び、針仕事が女性の仕事であることを表現しています。長花の第2ボタンの上に胸元に垂らして着用します。6. 天使。天使は、清の時代に皇妃が被っていた冠帽のことで、その機能によって、宝天と花天に分けられる。吉服の場合に、宝天を被って、上服に花天を着用します。宝天は、主に上元や端午の節句などのめでたい日に、伝統的な衣装を身にまとって使用された。天使は、形状の違いで、宝天、満天、半天の3種類があります。天使の内側に黒のベルベットと絹でできており、外側のフレームに銀、または銅のワイヤーでエメラルドやビーズで装飾されている。普通の女性は通常、外側のフレームを銅や鉄のワイヤーで作る。天使の前は宝冠のようで、後ろはちりとりの形です。紙は2本毛束を分け、その上に巻きつけます。そして、かんざし、花などのオーナメントを挿入します。7. かんざし。装頭も呼ばれるかんざしは、実用と装飾用を2種類に分けられる。実用的なかんざしは主に、お団子や紙の形を固定するために使われる。装飾用のかんざしは、貴重な素材を使い、美しい模様のかんざしのヘッドを製作、お団子をすいた後に目立つ位置に刺します。民間で一般に、翡翠や銀は金持ちが使い、骨は貧乏人が使うものとされている。また、銀のかんざしは、嫁入り道具として女性にとって大切なものであり、中には一生使い続け、捨てない人もいる。8. 灯火。灯火は、かんざしから発展したもので、加藤とピンの2つのパーツから構成されています。素材は銀や銅で作られることが多く、カワセミの羽や様々な宝石で装飾されている。清の皇妃のであっただけでなく、清の女性のヘアスタイルが、リャンバトから、一時灯、菓子灯、だらしまでの変化に、かんざしよりも灯火の方が実用的で美しいし、
真の女性に大人気でした。9. 彩。彩もかんざしも同じような用途で使われ、女性の髪には欠かせない髪をまとめる道具である。かんざしは通常シングルピンですが、彩が2本、3本のピンがついており、かんざしよりしっかり髪の固定ができます。彩は古代で女性の必需品であったため、金梁十二差のように女性を指す言葉として使われることが多かった。10. 保養。保養は古代の女性が好んで使ったアクセサリーです。かんざしや彩に可動式の花枝をつけ、朱や玉を垂らせば、保養と呼ばれるもう一つのアクセサリーになった。考古学上で中国の保養は殷、周時代に始まり、王侯が儀式や祝宴の際に身につける重要な装身具であった。その後、保養は徐々に民間に浸透し、女性にとって欠かせないアクセサリーとなった。保養という言葉は戦国時代にその葬儀欲の夫婦で言及しました。女性たちはこの保養を髪につけ、歩くと金属のビーズが揺れて打ち付けられ、鮮明な音がして、視覚的にも聴覚的にも美しいことから、保養と呼ばれるようになった。今日はまず以上の10点を紹介いたしました。残る16点の宝物は次回の動画に紹介いたします。ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。